ビートたけし VS ヤクザ事務所に一人で乗り込む事件。元プロボクサーの渡嘉敷勝夫がヤクザに絡まれ事務所に連れて行かれ、その時パニックになった渡嘉敷がたけしに電話で助けを求めたら、今から行くよと組事務所まで駆けつけてくれたのだ。そこで組長に全員笑わせたら返してやると言われ、数十人に囲まれる中、当時流行っていたネタを披露し、全員を爆笑させ渡嘉敷を救い出したのだ。相方を守るためヤクザと喧嘩事件。2ビートが人気絶頂だった頃、相方の清がヤクザに絡まれ、たけしが体を張って守ろうとしたのだ。実はそれはドッキリカメラの撮影で、ヤクザも役者だったのだが、たけしは本物だと思っていたにもかかわらず、一歩も引かずに役者のヤクザをボコボコにしてしまったのだ。たけしの迫力がヤバすぎてお蔵入り、放送されなかったのだ。明石家さんまが柳原可奈子を泣かせた理由。柳原可奈子が踊るさんま御殿に出演した時のこと。さんまが一言、柳原最近痩せて綺麗になったね。すると柳原が、容姿いじりされなくなったから笑いが少なくてと、女性としては嬉しいが芸人としてはどうなのかと悩みを打ち明けたのだ。続けて柳原は、さんまさんは私がデブだった頃から一度も容姿いじりしませんでしたよね。するとさんまが、柳原はトークでいけるからや、トークがうまいから容姿いじりする必要ないやろ。それを聞いた柳原が突然泣き出したのだ。その理由は、当時の女芸人は容姿を自虐して笑いを取ることが多く、ネタやトークの内容など誰も評価してくれないと疑心暗鬼になっていたのだ。さんまに言われた予想外の褒め言葉に我慢できず泣き出したのだ。武井壮の人生を変えた壮絶な一言。陸上十種競技で日本一を取った大学生の頃、ドイツの国際大会に出場し見事優勝。その後選手とのパーティーでインタビューされ、日本と違い硬いパンばかりで食事が大変だったが、なんとか優勝できてよかったと何気なく答えたのだ。すると一人の選手が武井に、あなたは優勝したしかに強いが人としてとても弱い人間だといきなり言われ、失礼なやつだなと思ったが、その選手は続けて、俺の妹は地雷を踏んで両足がない。でも妹は俺が買って帰る硬いパンを不満も言わず笑顔で食べてくれるんだ。妹はもう走ることはできないが、あなたより妹の方が人として強いと。その一言に武井は衝撃を受け涙したのだ。いかに自分が恵まれていたか気づかされ、人生の価値観を大きく変えたのだ。武井壮の壮絶な幼少期を支えたお弁当。武井壮は幼少期に両親が離婚し、母親は行方不明、父親はほぼ家にいなかったため、兄と二人暮らしだったのだ。当然食事は自炊で、小学生だった武井壮が毎日作っていたが、ある日自炊に疲れお弁当を買いに行ったのだ。唐揚げ弁当を注文すると店主が、大盛りにするかと聞かれ、お金がないから普通でいいですと答えると、何かを悟った店主は、なんとご飯を大盛りにし、唐揚げをパンパンに詰めてくれたのだ。またある日に焼き鳥を1本だけ頼んだ時は、わざわざ長い串にたくさんの肉を刺して焼いてくれたりと、そんな優しさにめちゃくちゃ支えられながらなんとか生き延びていたのだ。そして人気者になった武井壮は、この店の唐揚げ弁当は最高だとテレビで紹介し恩返ししたのだ。日本が生んだ天才漫画家鳥山明の生涯。1955年4月5日愛知県に生まれ、貧しかったが明るい家庭で育ち、腹を空かせながら絵を描くのを唯一の楽しみにしていたのだ。23歳の時に偶然手に取った少年マガジンで漫画募集の記事を見つけ、賞金欲しさに初めて漫画を描き始めたのだ。1978年にワンダーアイランドでデビューするも人気は最下位。1980年にドクタースランプが連載スタート。チャバイチャなどのセリフが大流行したのだ。そして1984年にドラゴンボールが連載スタート。2億6000万部を超える大ヒット作になったのだ。その2年後にはドラゴンクエストのデザインを担当し、30年以上続く大ヒットシリーズになるのだ。世界に誇れる鳥山明の漫画は永久に不滅なのだ。鳥山明の伝説エピソード4選。漫画家になったきっかけがすごい。タバコ代と遊ぶ金欲しさに新人賞に応募。しかも当時23歳にして初めて漫画を描き始め、アシスタント経験なしでデビューしたのだ。ドラゴンボールの誕生秘話がすごい。ドクタースランプのネタに行き詰まり、やめたくてできたのがドラゴンボール。当時大好きだったジャッキー・チェンのカンフー映画をきっかけに誕生したのだ。めんどくさがりが生んだ名シ
シーン。ドラゴンボールの市街地バトルで細かい背景を描くのが面倒になり、必殺技で街ごと吹き飛ばして荒野にしてしまったとか、スーパーサイヤ人の髪色を金髪にしたのも黒く塗るのがめんどくさかったからなのだ。都市伝説がすごい、納める地域税金がすごすぎるため、引っ越されないように交通の利便性を上げるように自宅周辺に鳥山ロードが作られたのだ。ビートたけしと志村けんが喧嘩をした理由。諸星和美が光源氏時代にたけしと2人で飲みに行った時のこと。向かった高級クラブに偶然志村けんが3人で楽しく飲んでいたが、支払いする時になると2人が喧嘩を始めたのだ。たけしが年上の俺が払う、すると志村が芸能界古い俺が払うと、どんどん険悪なムードに。これはヤバいとテンパった諸星が俺が払いますと言ってしまったのだ。すると2人はそう悪いねとあっさり支払いを譲ったのだ。実は諸星は初めてカードを作ったばかりで、そのことを知っていたたけしは20歳になったらご馳走することも大事と、わざわざ志村を呼んでドッキリを仕掛けたのだ。あえて喧嘩をして面白く大切なことを教えてくれた2人に深く感謝したのだ。狩野英孝と出川哲朗のちょっといい話。狩野英孝はブレイク当初ドッキリ番組に数多く出演していたが、なんでこんなひどいことをするんだろうと不満が溜まっていたのだ。事務所の先輩である出川に相談すると、ドッキリに引っかかった時はどんなに辛くても大変でもスタッフに感謝し頭を下げなさいとアドバイスされたのだ。当時はなんでなんだろうと疑問だったが、その教えを守っているとスタッフからドッキリの狩野は面白いと評価を得てどんどん仕事が増えたのだ。あの時出川さんに相談していなかったら事務所にドッキリ NG を出していたと出川に深く感謝しているのだ。さらに番組でワニと戦った時はワニは360度見えるから後ろに行っても油断するなよと実体験のアドバイスをされ、出川と自分の未来を重ねると少し不安になったのだ。出川哲朗が神様と呼ぶたった一人のファン。出川哲朗がまだ全然人気がなく世間に嫌われていた時代から毎週必ず出待ちしてくれる40代の男性ファンがいたのだ。出川はそのファンの存在に何度も励まされ、いつからか神様と呼ぶようになっていたのだ。ある日出待ちしていた神様が急に泣き出し、出川が事情を尋ねると、両親の介護疲れで仕事中に倒れるほど肉体的にも精神的にも限界だったのだ。それを聞いた出川は、神様はパワーがあるから大丈夫と励まし優しくハグしたのだ。出川の激励で立ち直った神様はお礼を言うために出待ちに行くと、逆に出川の方から神様にはいつもパワーもらってるからと告げられ帽子をプレゼントされたのだ。その帽子のつばには出川のサインとともに頑張れ神様と